こんにちは、ドクターチンです。暗記しない電気シリーズ制御工学編、その第1回。今回は制御入門と題して古典制御と現代制御の違いについて概要を説明いたします。今回の動画の内容は、制御とは何か、どんな時に必要か、どのような制御があるのか、これらについてイメージを持っていただければ幸いです。はじめに制御とは何かについて考えます。その前に K についてお話しします。目標値や働きかけ、原因などの入力を受け取り、特定の出力、すなわち結果を出す構成要素を K と言います。そして制御とは、K の出力を所望の値にするために何らかの操作、働きかけを行うことを制御と言います。例えば飛行機が目標の高度に向かって飛んでいます。途中で目標からずれてしまった場合、所望の目標のために操作が必要ですね。このことを制御と言います。大きく分けて制御理論は2種類あります。まずは古典制御。これは1940年代から用いられています。K への入力が1つ、出力が1つとし、K をひとまとめにして伝達関数で表す方法です。例えば例を挙げますと、RLC 直列回路に電圧 ET を与えた時のコンデンサに蓄えられる電荷 QT を考えます。この時に与えた電圧が入力、蓄えられる電荷が出力と考えます。回路方程式はこのようになります。すなわち R の端子電圧足すことの L の端子電圧足すことの C の端子電圧は電源電圧ですね。ここで電流とは電荷の時間微分ですから、電流の1回微分は電荷の2回微分になるわけです。したがってこの K の振る舞いを表す方程式はこのように線形2回方程式になります。すなわち入力を ET、出力を QT としますと、このようなブロックで書くことができます。ところが、この表示方法では、出力イコール K の特性を表す式×入力といった単純な表現にはなりませんね。ところが、ラプラス変換を用いると、出力イコール伝達関数×入力と簡単化できます。これにつきましては、次回の動画で説明をします。この制御の利点は簡単であること、また K の振る舞いが分かれば制御可能であること、さらに安定性の考察が容易である、などというメリットがあります。それに対してシステムの内部の状態を考慮しませんので、制御の性能が劣るというデメリットがあります。次に現代制御です。これは1960年代から用いられてきました。これは K の内部の状態も変数として考慮する方法です。つまり入力出力が複数になります。先ほどの例で考えていきます。回路方程式は先ほど考えましたようにこのようになります。ここで電流というのは電荷の1回微分ですから、
電流の1回微分は電荷の2回微分ですね。したがってこの部分から式を移項して変形しますと、このような式が出来上がります。ここで Q と I を変数に取ります。簡単化のために時間の関数ですよという括弧 t を省略します。そうしますと、まず電荷を微分したものは電流です。電流を微分したものは電荷の2回微分です。2回微分はこの例ではこの部分ですね。したがってこのように表すことができます。ここで Q と I、これを状態変数と呼びます。次に、この K の振る舞いを表す2つの方程式、これを行列表示します。Q を微分したものは I ですね。I を微分したものはマイナス L 分の 1Q マイナス L 分の R 足すことの L 分の 1E です。この部分を Q と I の行列とある行列の掛け算に直しますと、このように表すことができます。ここで状態変数 Q と I の行列を X、係数行列を A、入力に影響する行列を B としますと、結果として dx by dt イコール ax プラス b という方程式が出来上がります。元の方程式は2回でしたけれども、この方法によれば1回方程式に変換されます。これを状態方程式と呼んでいます。この状態方程式は何を表すかと言いますと、x を微分したものと ax プラス be は等しいですよということを表しています。したがってこの形のブロック図は右の図のようになります。状態変数 x の前に積分岐を持ってきますと、積分岐の入力部分は x を微分したものですね。したがって dx by dt です。この dx by dt は入力によって得られる b×e とフィードバックで得られる ax の和に等しいですよということで、これはこれとこれを足したものであるというブロック図になります。この方法の利点は厳密な制御、高性能な制御を行えるというところにあります。ただし、制御対象の正確な数学モデルが必須、さらに線形代数や微分方程式の知識が必要になるといった欠点があります。さあ、ここまでお話ししてきましたけれども、現代制御は制御性が良くて性能が良いという話をしましたので、果たしてじゃあ古典制御は必要なのかどうかという問題が出てきます。古典制御は制御対象を1入力、1出力というシンプルな形で表現することができます。したがって制御対象の内部構造が正確に分からなくても、その形の入出力の関係から近似的なモデルが出来上がれば制御できるという利点があるわけです。これを伝達関数と言いました。したがって制御系の構築が容易になります。そして今でも使われています。つまり制御の基本として非常に重要であるということになります。
というわけで、古典という名前がついてますけれども、古典制御は有用であるという結論に達します。ただし、古典制御においては、入力と出力との比が一定であるという条件が必要です。つまり、K のパラメータが一定、言い換えれば、K が線形であるということが必要です。では、非線形の場合はダメかと言いますと、非線形の場合でも、部分的に見て線形とみなせる範囲内で使うのであれば、古典制御も使うことができます。はい、これで制御とは何か、制御の種類はどんなものか、古典制御の概要はどうかについての解説は終わりです。ご視聴ありがとうございます。次回はラプラス変換と伝達関数と題しまして、その基礎を解説する予定です。古典制御の良さが理解いただけると思います。ではまたお会いしましょう。ごきげんよう。